今日は自転車のフレーム素材を題材に強度と剛性の話をします。やぶから棒に。この前出した自転車の解説系動画の受けが良かったからさ、これからも作っていきたいと思っているんだけど、味しめちゃったか。やっぱり正確な情報をお伝えしたいので、いろんな解説をやる前に予備知識としてここら辺が必要かなと思って作りました。何かの間違いで自転車に興味のない人が迷い込んでいたとしても、教養として役立つかもしれないから見ていってね。受けの悪そうな動画ね。とにかく始めます。強度とか剛性ってさ、製品インプレとかではよく聞く言葉だけど、これさ、専門用語としては多分大学まで行かないと習わないと思うから、正確な意味を把握してない人も多いんじゃないかな。大学でも理系だけじゃない？だから、強度と剛性を混同して使っちゃっている人も多いと思うんだ。でも実際のところこの2つは全然違う概念なんだよ。ここら辺からお話ししていくよ。まず強度っていうのは、どれくらい力を加えたら壊れるかって指標。剛性っていうのは、同じ力を加えた時、どれだけ変形するかって指標。鉄なんかは、これ両方とも高いね。強度が高い物質は剛性も高い傾向があるけど、必ずしもそうじゃない。つまり？例えばガラスは曲げようとしてもほとんど変形しないけど、割とすぐ割れちゃう。剛性の割に強度が低い例だね。逆にポリカって呼ばれるプラスチックは、曲げるのは簡単だけどなかなか壊れない。機動隊の盾とかに使われているやつね。これは剛性の割に強度が高いと言えるね。まあわからんこともない。剛性とか強度は材料単体で見ることもあるけど、構造全体で見ることもあるよ。この自転車のフレームは剛性が高い、強度が低いとかね。剛性が高いものは触った印象としてがっちりしているとか、しっかりしているとか感じやすい。または硬いって表現されることが多いね。力を加えてもたわんだりしないから頼もしい印象を受けるのね。一方で強度が高いことは強いって表現されることが多いね。他には強靭とか頑丈とか、強度が高いものを触った感覚としては本当はわからないはずだね。壊すまで強度はわからないからね。他の情報から予想するしかない。ついでに石片の硬いっていうのは表面が傷ついたりへこんだりしない程度を表すことが多い。高度ね。あと注意しておいてほしいんだけど、強いとか硬いって言葉はこういった定義が生まれる以前からある言葉で、後から学問の方でそれをお借りしているだけだと思うから、日常会話で使う強いとか硬いがさっき言った意味と一致するとは限らないよ。さて、ここからは鉄とアルミを例に具体的な剛性と強度について見ていこう。そんで、それが自転車のフレームとかに使用するときにどういった影響があるか考えてみよう。この表に鉄とアルミの特性を記入していこうかな。まずこの列には比重を入れる。同じ大きさで水の何倍重いか表しているよ。強度と剛性ってテーマだけど、実際のところ同じ重量の時どうなのっていうのが大事だからね。水は 10cm×10cm×10cm の立方体で 1kg だから、同じサイズの時に鉄は 7.9kg、アルミは 2.7kg くらいになるわけね。7.9÷2.7 は 2.9 だから、鉄はアルミのざっくり3倍の重量と思っていいね。ふむふむ。次はこの列に引っ張りに対する剛性の指標を入れる。引っ張り？後で曲げの話が出てくるけど、とりあえず引っ張り。指標の名前はヤング率だよ。もしくは縦断性係数。学校だったらこのヤング率の定義とか単位とか勉強しなきゃいけないんだけど、この動画はもっとゆるふわだから、数字が大きいほど剛性が高い、がっちりしているとだけ考えていいよ。名前も別に覚えないでいいよ。同じ大きさ、同じ形の物体同士を比較したとき、この数字が2倍になれば、同じ力で引っ張った時の伸びが半分になる。4倍になれば4分の1ね。鉄には210、アルミには72の数字が入っているね。210÷72 は 2.9。同じ大きさ、同じ形なら鉄はアルミのざっくり3倍の剛性。あら、鉄はアルミより3倍重くて
3倍の合成があるわね。そうなの。偶然かしら？わかんない。でもだから同じ重量、同じ長さの鉄の棒とアルミの棒を用意して、それを同じ強さで引っ張った場合、だいたい同じだけ伸びる。ふむふむ。ちなみに鉄とかアルミにもいろいろ種類があるって知っている人は、種類によって違うんじゃないのって思うかもしれないけど、鉄なら黒森とか配点とかそういう感じのかしら？そう、合金ってやつね。金属にいろんな材料を混ぜて特性を変えてる。でも実はベースの金属が同じなら、どの合金でも合成と比重はあんまり変わらないんだ。プラマイ数パーセントは変わるけど、少なくとも今回は気にする必要はないよ。ふむ。いろいろ思うところがあるかもしれないけど、とりあえず強度の方に進もう。強度のところには引っ張り強度って数値を入れてる。強度は合成より難しくて、合金の種類によってめちゃくちゃ数字が変わるし、同じ合金でも処理の仕方で強度が全然違う。詳しいこと言い出したらキリがないし、アーシもちゃんと把握してないから、代表的に使われてるのはこんなもんかなって数字を2種類ずつ入れてる。とりあえず数字が大きいほど強いと思ってね。数字が2倍になれば2倍の力に耐えれる。それを超えるとちぎれる。数字がたくさんあると比べにくいから、優秀なやつだけ残して他は消そうか。今度は3倍じゃなさそうね。そうだね。この例では鉄はアルミの3倍重いけど、強度は 1.8 倍程度しかないから、同じ重さ、長さの棒を作ったら鉄の方が先にちぎれちゃうね。ただ実際はこういう合材がそのまま使われるシチュエーションは少ないよね。リアルに近づけるためにこれをパイプにして、曲げに対する合成と強度も含めて見てみよう。パイプにすることで、同じ重さの中身が詰まった棒より曲げに対して合成も強度も高くなるよ。理由を説明できるかしら？結構難しいんだけど、棒の一番真ん中って曲げた時に長さが変わらないから何の仕事もしないんだよね。一番真ん中ってほどじゃないけど、その周辺もあまり働かない。真ん中に近いほど仕事しないって考えてよい。だったらその部分を取っ払って外側に持って行って仕事してもらった方がいいよねって話。わかるような、わからないような。ごめんね。でもこれで勘弁して。企画に戻らせてもらおう。パイプのサイズは鉄の方のサイズを直径 25.4mm、厚み 0.4mm に設定するよ。1インチね。実際に自転車に使われているサイズ？一応パイプメーカーの資料を参考にしてる。ずいぶん薄いのね。特に薄いところだけね。場所によって厚みは違うよ。比較用にアルミの方も同じ直径にして、厚みは重量を揃えるため3倍にしよう。そんでそれぞれの重量、合成、強度を計算してまとめたのがこちら。めちゃわかりにくい。なので、鉄の方を全部1にして、アルミの方がそれの何倍かって表示に切り替えよう。はい。この通りアルミの方は合成がちょっと低くて強度が 1.5 倍くらいあるスーパータフネスパイプになったよ。アルミは壊れやすいイメージがあるからちょっと意外ね。自転車でこのような使い方はほとんどされないんじゃないかな。このような使い方の実例としてはオフロードバイク、エンジンがついている方ね、のハンドルがある。オフロードバイク用のアルミハンドルは鉄ハンドルとあまり重量は変わらないけど約3倍の肉厚があって、少々の転倒では曲がらないようになっている。オートバイのハンドルには良くても自転車のフレームとしては過剰強度でしょうね。そんな気がするね。今度は直径そのままで強度を揃えてみたらどうかな。アルミの方の肉厚を 0.8mm まで落とすと大体同じ強度になったよ。重量が軽くなったのはいいけど、合成も同じくらい落ちたわね。強度は同程度とはいえ、これはさすがにふにゃふにゃかしら。多分そうだね。この通り。単純に鉄をアルミに置き換えてもあまりうまくいかない。今度はアルミの方の直径を大きくしてみよう。31.8mm ね。1と4分の1インチね。ヤードポンド砲滅ぶべし。肉厚は 0.8mm に設定。これもパイプメーカーの資料を参考にしてる。鉄の2倍ね。で、計算したのがこちら。ほほ、これはいい感じだよね。伸び方向の合成を除けば、あらゆる面で鉄を上回った。
その伸び方向の合成の低下はいいのかしら。ここら辺はテストとか解析をしないとわかんないんだけど、実際そうなっているんだから大丈夫なのかなと。いい加減ね。別に鉄フレームが最適バランスで作られているわけじゃないし。さて、賢い君たちは鉄の方も台形化すれば合成が上げれると考えると思うけど、実際どうなるか計算してみよう。直径をアルミパイプと同じにして、重量がアルミに対抗できるまで肉を薄くしよう。これはどうかしらね。多分いくらなんでも薄すぎかな。へこんじゃね。それを抜きにしても伸び方向の強度は低下していくし、曲げの強度もアルミほど伸びないから、追い込んでいくとアルミより先に限界が来ちゃうね。実際のところ軽めの鉄フレームは 1600g くらい、同じく軽めのアルミフレームは1300から 1400g くらいに落ち着くみたい。この通り、強度と合成は別概念だけど、密接に関係していて、材料としては合成が低くても、強度さえあれば合成の高い構造を作れるってわけ。BD の解説動画でも何度か出てきたけど、シャフトのアルミ化も同じ考えでよく行われている。ただ今回は割と昔からあって、入手性も良い材料のデータで比較してるから、現代の高級モデルはもっと特殊でハイスペックなものを使って高性能なものもある。例えばコロンバスってところの高級スチールパイプは1300メガパスカルの強度があるらしいし、そういったパイプで組まれた超軽量スチールフレームは 1200g 台のものもあるらしい。キャノンデールのキャドシリーズは6069って聞き慣れないアルミで量産品ながらフレーム重量 1100g 台とかなりの軽さ。こういうのも材料そのものの合成が高いのではなくて、材料の強度が高いから結果として軽量、高合成な構造にできるってことね。まあ、そこら辺のカーボンフレームの方がずっとハイスペだけど。それは言わないで。最後におまけでみんな大好きチタンのデータも見てみよう。チタン合金ももちろんいろいろあるんだけど、フレーム素材として人気の通称64チタンを代表として見てみよう。チタンの比重と合成は鉄の半分強にもかかわらず、鉄と同等くらいの強度がある。優秀ね。アルミと比較してみると比重と合成が 1.5 倍強で、強度は 1.8 倍以上。これも優秀ね。そうだね。とはいえアルミ対比ではめちゃくちゃ優秀ってほどでもないし、加工の難しさもあってフレーム材料としては意外と重量がかさむね。さりげなく重量と合成の比率もちょっと悪い。また、チタンの強度の高さを利用して、鉄のパーツをそのまま置き換えるような使い方もされるね。チタンのボルトとか、チタンのクイックリリーススキュワーとかね。この場合、強度はあるから安全面では問題ないんだろうけど、軽量化と引き換えに合成がかなり落ちることは承知する必要があるね。さて、今回は金属材料のデータを見ながら強度と合成についてお話ししたけど、材料には強度と合成以外にもいろいろな要素がある。加工のしやすさとか、腐食への強さ、寿命に関するものや、もちろんコストもね。そういった要素を総合的に考えて機械は設計されてる。いつかここら辺のお話もできるといいね。じゃあ今日のお話はここまで。気が向いたら他の動画を見てくれたり、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。バイバイ。バイバイ。